これが RS4 Pro、RS4、そして新しく発売された RS4 mini です。同梱物はこんな感じですね。本体重量は 890g ということで RS4 Pro の半分ちょっとくらいなのですごい軽く感じますね。三脚はもちろん付属していて、それよりも嬉しいのがこのブリーフケースハンドルですね。これがあると撮影するのがすごい楽になるので、いつもね必ずつけて使っています。使い方はノーマルサイズの RS4 とかと同じなので、こういう感じでクイックリリースプレートをカメラに取り付けて、アームを展開してカメラを取り付けて、でバランスをとっていくという作業が撮影する前に必要になってきます。このバランス取るのもね、慣れると 1,2 分でできるようになります。あとはもう電源を入れたらすぐに使い始めることができます。スムーズですね。で、マックスペイロード、最大積載能力が 2kg までいけるので、例えばミラーレス一眼に 2470mm の F2.8 のレンズとか乗っけても全然動くんですけど、個人的には最近この iPhone で撮影するのが結構楽しかったりするので iPhone でよく使ってます。 iPhone で撮影するときは Osmo モバイルを使うっていう選択肢もあるんですけど、こういうふうに社外のアクセサリーとかをたくさんつけると Osmo モバイルだとバランスが取れなくなったりするので、本格的に iPhone で撮影をするっていう時は RS4 mini がいいんじゃないかなと個人的には思います。iPhone で使う時もこうやってバランスをとってあげて、で電源を入れるとすぐに使い始めることができます。この iPhone と RS4 mini のセットアップだと重量がね多分 1.3kg とかそれくらいなので、もう全然疲れないですね。RS3 mini には搭載されてないんですけど、この電源をオフにすると自動でアームが収納されるオートロック機能が搭載されました。で電源を入れる時もすぐにアームが開いてすぐに撮影ができるようになっております。でちなみにこの電源入っている状態で電源ボタンを一瞬だけ押すとアームがこの状態でロックされます。でこの状態で今度は電源ボタンを長押しするとその状態のまま電源がオフになります。毎回閉じる必要はないっていう時にこういう風にやるといいと思います。 RS ミニシリーズはバッテリーが一体型になっているので取り外しができないので、例えば予備のバッテリーを持って行ってずっと撮影するとかそういうことはできないんですけど、でもこの内蔵のバッテリーだけで13時間の駆動ができて、でしかも1時間50分でマックスまで充電されるらしいので、1日動かすには十分な容量なのかなとは思います。今回の RS4 mini の一番のポイントはこれですね。トラッキングモジュール。これねマグネットで簡単に脱着ができるようになっていまして、でここにねカメラついてるんですけど、電源入れてこんな感じでハンドジェスチャーをするとトラッキングモジュールのライトがグリーンになってすぐにトラッキングを開始してくれます。こうやって後ろ向いたり結構遠くまで行っても正確にトラッキングをし続けてくれるので、なかなか優秀ですね。それとこのアクティブトラックはジンバルが反応するスピードを3段階で設定することができて、スロー、ミディアム、ファストっていう風に選ぶことができます。あとコンポジションですね。被写体を常に中央に持ってくるか、もしくは最初にトラッキングをスタートした場所でずっと固定するかの2つが選べるようになっています。
アクティブトラックは僕は個人的にはスローかミディアムで撮ることがほとんどかなと思います。被写体もカメラマンも走って撮影するみたいな動きのある時はファストがいいかなと思いますが、これもね何回かテストしてみて一番いいスピードを選べばいいかなと思います。この RS4 ミニのクイックリリースプレートなんですけど、ここがアルカスイス互換になっていて、でも僕カメラにスモールリグのケージをつけているんですけど、一応ねそのケージの下の部分もアルカスイス互換にはなっているんですが、この RS4 ミニのクイックリリースプレートにはちょっとねサイズが大きかったからか装着することができなかったんですね。RS4 と RS4 Pro のクイックリリースプレートにはケージのまま取り付けることができたんですけど、これはちょっとねサイズが違うみたいなので、そこはお気をつけください。それでケージの下にクイックリリースプレートをつけて、それでバランスを取ろうとすると結構ね重心が上の方に行っちゃってバランスが取れるギリギリみたいな感じだったので、使用するカメラとレンズにもよるとは思うんですけど、場合によってはこのカメラケージを取り外さないとバランス取れないみたいなこともあるんじゃないかなとは思います。縦向き撮影をしたい時はここのネジを手で緩めて、でプレートを90度傾けて装着し直すと縦向き撮影は可能になるんですが、バランスは取り直さないといけないんですけど、工具なしでその場で縦向き撮影に対応できるっていうのは素晴らしいと思います。そしたらこのトラッキングモジュールがどれぐらい簡単に被写体を追ってくれるかを検証するために、これをジンバル初心者のアリサさんに脇にそれる場所がないんだけどじゃあ向こうに戻ってみて。おー素晴らしいね。勝手に追いかけてる。おージンバル使ってる人はね分かると思うんですけど、結構被写体を常に中央に持ってくるって結構コツと経験が必要だったりするんですけど、それを自動でトラックしてくれるっていうのはねかなりいいですね。しかもこういう影とかに入ったりしてもずっとトラックしてくれるのですごい、これとかも本当だったらこう自分も一緒にくるくる回転しながら被写体を真ん中に持ってくるのって結構大変なんですけど、もう一発でいい感じの映像が撮れますね。今この撮影に使っているのが 16-35mm の F2.8 のズームレンズなんですけど、もうちょっとね重いレンズを乗っけることもできますし、なので大体の人はねこの RS4 ミニで十分なんじゃないかなとも思います。ミラーレス内側を乗っけるとねさすがに少し重くなってしまうんですけど、ジンバル使うとねいきなり映像がすごいプロフェッショナルに見えるので、興味がある人はチェックしてみてください。